こんにちは、アンナスです。今日はアウトラインステッチの、徹底攻略というか、しっかり説明しようと思って、動画を撮っています。私が作った、セラビーっていう図案があるんですけど、これは全部アウトラインステッチでやってるんですね。でもアウトラインステッチって言ってもただ線を刺すっていうだけじゃなくて、角の出し方とか丸みの出し方とか小さい丸の刺し方とか、いろいろそのコツがあるので、そういうのをちょっと丁寧に解説していこうと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、アウトラインステッチの基本的な刺し方をまずやります。今日は、6本取りで分かりやすいようにやってますけど、玉留めをしてます。アウトラインステッチの場合はわざとこうちっちゃく並縫いして刺し始めるっていう方法もあるんですけど、別に無理してこれをやらなくても、もう普通に玉留めで始めていいので、まず1目作りますね。で、半分ずつ重ねていくステッチなので、ちょっと先に出して半分重ねるので、重ねる方向はどっちでもいいです。これは直線だから上でも下でもどっちでもいいんですけど、じゃあ下にします。この最初のステッチの半分ぐらいのところの糸の下に刺すようにします。でないと糸を割ってしまうと違うステッチに見えてしまうので、糸の下に刺すようにします。で、半分重なったらまた次もちょっと先に出して半分重ねる。これの繰り返しです。一般的にアウトラインステッチって日本の世の中に出回ってるステッチっていうのはこのやり方ではないステッチが結構主流なんですけど、私はこれがやりやすいなと思うので、このやり方でやってます。で、ステッチの幅っていうのも一回決めたらその幅に揃えて刺さないと、だんだんこう長く一目が大きくなっていくことが多いんですけど、あんまり長くすると仕上がりが綺麗じゃないんで、ちゃんと幅を揃えて刺していく方がいいです。で、これは直線だからいいんですけど、一回決めたら同じ方向にしか刺しちゃいけないっていう決まりがあります。で、曲線の場合はちょっと細かく、すごい急カーブになっている時はちょっと細かく刺したりとかした方がカクカクしにくいです。で、最後まで刺せたら、最後のステッチがちょっと浮くので、同じ穴から出して半分重ねるステッチをしておくと、最後もちょっと落ち着いて綺麗になります。っていうのがまず基本のステッチですね。で、もう玉留めで終わってもいいし、裏に絡める方が私は楽なので、これで絡めて留めてるんですけど、これが基本のアウトラインです。では、S 字波の刺し方を説明します。アウトラインステッチは一回決めた方向にずっと刺していくんですけど、今これだとこういうカーブになってるから、こう内側から外側に向かってギュッと押して糸の下に刺すんですけど、これはもう一回この向きって決めると、もうこの向きだけしか刺してはいけないんですね。なので、ここは普通にちょっとカーブのとこはちょっと細かくした方がいいんですけど、あんま細かくなってないですけど、もうちょっと細かくした方が仕上がりが綺麗ですね。
これでずっとやっていて、さてその反対のカーブに来たらどう刺すかというと、もうそのままなんです。もう一回決めた方向にずっと刺さないと、もうこの癖がついてるんで、ここから急に逆とかにすると余計におかしくなるので、もう同じ方向に重ねます。でこのカーブもちょっと細かく刺していって、っていう風に、こうすると、最後ちょっとこう同じ穴から出して半分ですね。これで滑らかな、ちょっとここステッチが長かったんでカクってなってしまいましたけど、全部同じ方向に、刺すっていうことです。丸いものを刺す時もちょっとだいぶ刺してあるんですけど、最初はここから、どこから始めてもいいですけど、ちょっと細かく始めてます。さっきの直線よりかは一つのステッチが短いですね。で最後まで来たら、この繰り返しではあるんですけど、もう一つかな、ちょっと中途半端です。ギリギリまで来たら、ちょっとここがやりづらいんですけど、糸の下から半分重ねてる風の感じで針を出して、こっちも半分重ねる。この下の部分に入れて、でやるとどこから始めたかわからないようにうまいことやってください。でこれも裏に絡める。たくさん絡めるといいですね。でこれが丸のやり方です。で、ではこのくるっと回っているものですね。こういうのはどうやって刺すかってことなんですけど、よく質問が来るんですけど、これで一旦ここで止めて次に行くのか、それとも無視して上に乗せるといいのかっていうことなんですけど、私は上に乗せてます。その方が仕上がりが綺麗なので、もうこの最初にやったアウトラインステッチを完全にもう無視して上にザクザク乗せていってください。この方が仕上がりが綺麗ですね。こう見た目がいい感じになります。避けるとなんかね、やってみるとわかると思うんですけど、なんかやっぱ上に乗せる方がいいなって思うと思います。別にどっちでも正解ではあるんですけど、私はいつもこういう感じでやってます。ちょっと最後までやらないですけど。で、葉っぱの形ですね。葉っぱの形とか、こういう角を尖らせるときはどういう風にしたらいいかっていうことなんですけど、半分アウトラインステッチをやります。で、一旦ここで終わらせます。で、改めて次の一目を作る。で、この時に同じ穴に刺してもいいんですけど、ちょっとどっちかをちょっとわざとこう外側っていうか多めに刺すようにするととんがりが強調されるので、今同じ穴じゃなくて針1個分ぐらいちょっと外側に刺したんですね。それでわざと尖ってるっていうことをちょっと強調させてみました。で、刺す方向は今こう上からここ下に行ったんで、向かって、右側にずっとこう重ねていったんですけど、こっち側はもう完全に別物っていうことで、考えてもらっていいので、でこの曲線がこういう曲線だから左側に刺すんですね。
でもこれもずっと同じ方向にずっと刺していかないと、右とか左とか好きな方向に刺すとちょっとガタガタになるので、これでずっと刺していきます。なのでこの最後終わってからも、終わりのところもちょっとどっちかを上にするように、なんかこういうきちっとしたものじゃなくて、ちょっとどっちかを斜め上にして頂点を作るっていう風にすると、尖りがより強調されていいと思います。では L 字の時もどうするかちょっとついでに言っておきます。葉っぱの時と同じで、一回、縦一列終わらせると続かないで、もう新たにまた一目を作って、でちょっと先に出して半分重ねるんですけど、もう重ねる方向はもう完全に新たに作るものなので、もうこれに合わせて、別に最初のこの縦のステッチに揃えたりとか全然気にしなくって、また新たに始めるっていう感じでやると角が綺麗に出ます。っていう感じですね。はい。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。